19世紀のアメリカ、人工的な炭酸水の製造法が発明されると、人々はそれに病への効能を見出し、薬局には炭酸水を客の注文に応じて調合を行うソーダファウンテンが併設されるようになった。炭酸水万能時代の到来である。とある男、ジョン・エンス・ペンバートンは当時、南北戦争によって負傷し、痛みから逃れるためにモルヒネ中毒となっていた。彼はその際、中毒を治す特効薬として注目されていたコカインに目を向け、ワインにコカインとカフェイン、それからコーラエキスを調合したフレンチワインコカを売り出した。しかしその努力も虚しく、世の中では禁酒運動が盛んになり始めたため、1886年、彼はワインの代わりに炭酸水を加えた。その飲料の名前はコカ・コーラと呼ばれている。というわけで今回はですね、こちらのコカ・コーラを自分なりに再現して作っていこうと思います。まずはせっかくなんで飲んでいきましょうか。初めてじゃないのさ、いつでも一緒ならそばに I feel 今何か感じてるコカ・コーラ爽やかテイスティーI feel cold. Hey bro, look at that. Oh my, he's shooting a video with that Grothes. That's the same as us. 陽気かな。ただ飲んでる分にはね、最高にうまい以外の言葉が出てこないんですよ。しかしまあ本当にうまい。中学からもう何百何千と飲んできましたが、なぜここまで飽きないのか。なんか変なもんでも入ってるんじゃないかっていう気がしてなりませんが、今回はですね、その何かを紐解く作業を行うわけですが、やたらめったら混ぜてもうまくはいきません。僕はあるフライドチキンの再現をしているとき、白ひげの妖精さんにこう言われたんです。First of all, check the ingredients list. Merry Christmas. というわけで早速コカ・コーラ社のホームページを見たところ、なんとですね、糖類、炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェインと、非常にざっくばらんとした解説になっております。一番知りたい香料の部分がね、もう漢字2文字で片付けられてしまっているという有識事態ですけど、こんな成分表示いいんでしょうか果たしてというところでございますが、というわけで少し薬不足ではありますが、自分の舌を信じて吟味してみましょう。人生でコーラすくって舐めるってまずない経験ですね。甘い。通常の人類が舐めたくらいじゃ内容物はわかりません。コカ・コーラの風味を決定づけている成分は一般的に 7X と呼ばれています。つまりは7種類の香りエキスですね。実を言ってしまうと、こちらのレシピはすでに公表されてます。聖書コーランと並ぶと言っても過言ではない経典、コカ・コーラ帝国の公募から引用しますと、元祖レシピは次の通りになっています。コカイン、クエン酸、カフェイン、砂糖、水、ライムジュース、バニラ、カラメル。こちらが土台となる味付けで、7X はアルコール、オレンジエキス、レモンエキス、ナツメグエキス、コリアンダーエキス、ネロリエキス、シナモンエキスとなっています。コカインやアルコールが入っているのは販売初期のレシピであるためですが、それ以外の材料は現代のコカ・コーラでも大差ないと言われています。しかしこのネロリというのは何でしょうか。セロリもゴロリも知っていますが、ネロリは知りません。知能と文化の破壊エンジン Google に聞いてみたところ、柑橘系植物橙の花をわんさか集めて抽出したエキスのことだそうです。ビーバーの肛門しかり、クジラの腸内結石しかり、猫の糞しかり、どれだけ暇だったら集めて香水にしようと思うんですかね。偉大なる先人たちの変態的探求心には頭が下がります。ひとまずこのネロリは置いといて、とりあえずは身近で手に入るものでコーラを作っていこうと思います。さあということで必要なフルーツを切っていきます。今回はライムを中心にレモンとオレンジも採用してみました。続きましてこちらがカフェイン錠剤ですね。今回は輸入品を使用してますが、使用量を間違えると命を落としますので、あまり真似はお勧めしません。パウダー状に粉砕します。
次はカラメルです。今回は固まらない調理法で進めます。砂糖大さじ2に水大さじ1を入れ、色が濃くなるまで煮詰めます。熱いうちに水を回しかけ、手早く混ぜると液体のまま利用できるカラメルになります。では本調理です。水に砂糖を入れて溶かしたら、シナモン、ライム、レモン、オレンジエキス、カルダモン、クローブ、ナツメグ、コリアンダーを入れます。カルダモンとクローブは私のアレンジですので、本格再現したい方は抜いてください。ここにカフェインを適量追加、独特の苦みが加わります。最後にカラメルを追加。着色の意味ももちろんありますが、カフェイン同様コカ・コーラの優しい苦みを出すにはカラメルが欠かせません。逐一確認しながら微調整しますが、改めて味見をすると、コカ・コーラはレモンじゃなくてライムの味付けですね。ライムを入れれば入れるほど味が本物に近づく気がします。最後にバニラエッセンスと魔法の葉っぱをトッピング。こちらのシロップは沸騰したら火を落とし、常温になるまで寝かせます。その後、こんな具合にこし器で不純物を取り除いていきましょう。いよいよ最終工程です。炭酸水を用意したら、シロップと1対3または1対4の割合で混ぜ合わせます。コカ・コーラではないな。それではおさらいです。今回の反省点をざっとまとめます。その1、バニラの主張が強すぎた。今回はバニラエッセンスを1滴入れただけですが、それでもバニラの香りが強すぎました。いるかいないかわからないくらいの存在でないとコーラのバランスが一気に崩れるので、こちらは要注意です。その2、レモンはいらない。今回はスライスしたものを入れましたが、それでも香りが目立ちます。次回は純粋なクエン酸タブレットで挑戦してみましょう。その3、カフェインの量を間違えた。制作途中であれちょっと多くねと思ったため、かなり薄めた上に試飲も最低限にしたのですが、それでも10分後にはとんでもなくハイになり、その後動悸と震えに襲われました。こちらにはもう少し配慮すべきだったと反省しています。というわけで第1弾はこれで終了となります。今回についてはかなりの手応えを感じております。今後第2弾3弾と進んでいく過程を皆様ぜひとも見届けてください。私の挑戦はまだまだ